16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。はい、今回は呼吸がしやすい寝方のヒント、救命救急の気道確保の姿勢って本当に呼吸が楽なんですかっていうお話をしていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、例えば道など歩いていて救命救急をしているところに出くわしたことなんてありますか？はい、あります。たまたま道を歩いてた時に倒れてた人に救命救急を施しているところに遭遇したことがあります。その時思ったんですけど、はい、気道確保のポジションですね、あれ寝てる時もああいう風になったら楽なんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうか？そうなんです。こんなことって皆さん意外と遭遇して思ったことありませんか？それによって例えば首の下にこのようなロール状の枕を置いて人工呼吸をしている時の救命救急の首の角度にしたらもしかしてスーッと呼吸が楽なんじゃないかなとか、このように首の下が高い、頭が下がる枕をすることによって呼吸が楽になるんじゃないかななんていうことを救命救急のポジションから想像してしまっていることも少なくないのではないかと思います。これ答えを言うと×なんです。その理由について今日は詳しくお話をしていきたいと思います。その前に実はこれ匂いを嗅ぐときってどんな感じで嗅いでますか？例えばここにバラが1本あったとしてどんな風に嗅ぎますか？空気で送ってるわけですね。こういう感じですね。わかりました。こういう方もいるかもしれませんが、よくあるのはこちらの絵に描いたようにお花があってバラがあったとしたらどちらかというと鼻を少し上に向けて頭を落としてこんな感じで息吸いますよね。確かに言われてみるとそうかもしれないですね。はい、このようにするとこのポジションによってバラの香りの成分が鼻から喉そして気道の方までスーッと効率よく入っていくこのポジションのこと実は名前があるんです。こちらに書いています。スニッフィングポジション、聞いたことありますか？初めて聞きました。初めて聞きました。これは実は、アロマの研究やアロマを日常で使っている方どこかで聞いたことあるかもしれませんが、匂いを嗅ぐときに非常に効率よくスーッと香りを十分嗅ぐための良いポジションなんですね。このスニッフィングポジションっていう言葉が香りだけではなく実はこの救命救急の時の気道確保の時にも使っているポジションなんです。ちょっと頭の片隅に覚えておいてください。では次にどんな時にこの気道確保をしなければいけないのかっていうことをお話したいと思うんですね。はい、道で、その救命救急の人たちが救急隊員が気道確保をしているその時倒れている人はどんな状況になっているかというとこのようなことが考えられます。まずこの気道確保の目的としては第一に意識が消失して意識がない、つまり自分では自発的に呼吸ができなかったり呼吸が荒くなってたりっていうことが考えられますよね。次に呼吸抑制の薬、何かお薬を使うことによって呼吸ができなくなってる、ちょっと別ですけど、手術をするときに麻酔をかけた時もそうです。お薬を、注射で投与することによって力が抜けて自分では呼吸ができない、このような時も気道確保が必要な時です。また嚥下困難、嚥下っていう言葉ご存知ですか？ちょっとわからないです。わからない。嚥下っていうのはですね、飲み込むっていうことなんです。水を飲んで飲み込む、食べ物を砕いてから飲み込む、この飲み込むっていう動作嚥下と言いますが、これがうまくいかない、もちろん何か病気でっていうこともありますし、
実は高齢になるとだんだんに喉から飲み込むっていう動作ができなくなる方が多いんですね。このような場合、嚥下が困難になると本当にできなくなってしまうと、気管を呼吸をしっかりと確保しないと危ないということが起こります。最後に出血や異物、何かを飲み込んでしまった、子供がピーナッツを飲み込んでしまった、ビーズを飲み込んでしまった、または、何かで周りに怪我をして、その大量な出血、鼻血でも口腔内に起こった血でも、それを飲み込むことによって息ができなくなってしまう。このような時も気道確保が必要なわけです。気道確保の方法として、よく皆さん顎倒れてた方、顎を上げたり、顎のところに手を置いて首の角度を変えている。何の道具も使わずに、まず手動で手だけで気道確保するっていうこともできます。エアウェイってご存知ですかね。初めて聞きました。エアウェイですから、エアは空気、ウェイは道ということで、こんな短い、エアウェイというチューブ、これをピッと鼻や口から入れることによって気道を確保するっていう簡単な方法もあります。さらにもっと重篤になったり、長い時間気道を確保しなければいけない場合は、気道挿管といって、長い管、機械で口の中を開けて管を通す。例えば手術の時などはそうですね。1時間2時間、長いと6時間8時間、長い間手術をする間、患者さんは自分で呼吸ができないので、気道を確保するためには挿管という管を入れなければいけないわけです。いろいろな気道確保の方法が段階的にあるということを知っておいてください。では実際にその時の気道確保の角度を、首の角度を見ていきましょう。こちら見てください。もし道に倒れてしまって何の道具もない場所だったら、まずこんな風にすると思うんですよね。頭はもちろんこの道に、寝ている状態です。上向きになって、エアウェイ、呼吸、首の角度を調節して呼吸が通りやすくします。後で実践してみますけど、顎に手をかけて少し持ち上げて空気が通りやすくしてあげる。このような簡単な手でやる気道確保もあります。さらに長い時間、例えば手術などで長い時間気道確保しなければいけないときは気道挿管をするわけですので、そういったときは実はこの枕を使ってもっと頭を高くして首の角度もつけて気道を確保するわけですね。このポジションになってくると、どうもこの角度とは首違うっていうの分かりますよね。やはりこちらと枕がある分、角度がギュッとついてますね。そうですね。顎が上がって首の角度が急だというの分かりますよね。このように、角度が違うんですが、いずれも気道を確保しているには変わりはありません。ただしこのポジションで気道を確保した後は、実は枕を取ってノーマルポジションにしたり、ぐーっと高い枕で挿管をしても普通の枕の高さに戻したりっていうことをするので、これは一時的な話なんです。じゃあなんでこのように顎をぐっと上げ枕の高さを足して気道を確保するのかという理由ですね。この理由がちょっと難しいけど重要なんです。気道の確保のためには、こちらに書いている3つ、口腔軸と赤で示します。咽頭気管軸というのと後頭軸という3つの軸があります。この軸がある程度バラバラでも一定量呼吸がしやすい状態は作れます。しかし気管挿管するときはこの3つの角度がなるべく一致して、それが一番挿管器具を入れやすいポジションなんです。これこそがさっきお話ししたスニッフィングポジション、さっきお話したバラの花を
香りを嗅ぐ時のようにスーッというこの角度になっているわけです。わかりますか？要は軌道を確保するためにはこの3つの軸を揃えるためにぐーっと顎を上げて頭を下げて軌道を確保するわけですが、実際にはこれがずーっと一晩寝る時に首にとっていい角度ではないんです。だからこそ気管相関した後は普通のポジションに戻したり、高さをそれぞれその患者様に合わせてやった状態から少し低くすることの方が多いわけです。私たちが推奨しているこの整形外科枕を使って首の角度を15度前後にしましょうねというのは、一晩中首が楽で寝返りが打ちやすい首の角度、それと気管相関するときに後頭咽頭、この気道が見やすくするポジションっていうのは別物なんだっていうことを理解してください。わかりましたか？はい。ですので最初に戻ると道で救命救急してどうも呼吸を確保しているな、息が苦しそうな患者さんに楽に呼吸をさせてあげてるなというあのポジションと実際に枕で寝る時のポジションは違うということを覚えておいてください。実際にお布団の上でやってみましょう。では実際に気道確保の方法を実践してみたいと思います。まずは道で人が倒れてた場合、何も器具がない場合、この時首に怪我がないと確信できる場合は次の方法です。頭部を下げて顎を上げる。これで呼吸がしやすくなるわけです。この場合は道ですから特に枕などはしません。もし頸椎に異常がある、例えば交通事故で首の骨が折れたりずれたりということがある場合は、この方法はちょっと首の骨に負担がかかりますので、それは行わず一旦下げて下顎、顎の下に指をかけ下顎を挙上するという方法、これが首に直接力が加わらないので安全な方法です。ここでもし気管エアウェイといって短い管があれば管を入れるということも行われます。一旦リラックスします。また一方で、気道確保もしくは、手術の時の気管相関、この場合には頭持ち上げてください。このように枕を適切に入れて頭を高くして、先ほど絵で説明したように口腔軸と後頭軸と咽頭軸、この3つの軸が一致するように口を開けてください。軸を一致させた状態で気管相関を行う。管がしっかり入って気道が確保されたら、頭を少し下げたり、ここまで高いものは必要にないので頭を下げて、もう十分管が入って気道が確保されているという状態が出来上がるわけです。この状態と実際に私たちが頸椎にとって適切な15度、整形外科枕や玄関マット枕を使用して適切な首の角度にするというのは違うポジションだというのがわかるかと思います。ですので気道確保のポジション、スニーフィングポジションが必ずしもこの枕で適切な角度と一致するということではないということを覚えておいてください。今日はこの、呼吸が楽になる、そして気道を確保するスニーフィングポジションと、枕で適切な枕で寝る時の首の角度15度は違うんですよってことを具体的にお話してきました。どうですか？分かっていただけましたか？はい、よく分かりました。気道確保っていう言葉のイメージが強かったと思います。そうですね。まるで一番いいように思うけど、それは一晩中寝る時とは違うんだよってことがご理解いただけたらと思います。
まだまだこの違いに関しては山田塩見枕研究所で科学的な検証をもっともっと積み重ねないと、さらなる詳しいお話はできないと思っているので、またこれからも研究を続けていきたいと思います。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。